ご視聴ありがとうございます。今回は、カオスな歴史を有する区間で進む大プロジェクトのご紹介です。2つに分裂した路線と目立たない駅に隠された歴史、そして駅と路線が迎える未来を懐かしの映像とセットで解説します。警報器が鳴っていても踏切に入れる理由と、コンクリートのてっぺんにくっついた謎の壁にも注目です。私が今乗っているのは、愛知県を中心に路線網を展開する大手私鉄、名鉄こと名古屋鉄道の主要幹線、名鉄名古屋本線の岐阜方面行き列車です。次の駅が、名古屋本線でも有数の拠点駅、知立駅です。全種別が停車する数少ない駅の一つであると同時に、支線の三河線と接続しています。そしてこの三河線、知立駅を挟んで上下に線が伸びている一方、駅ナンバリングの文字が上は MY なのに対し下は MU と、なぜか上下で異なっています。到着前から早速アレな要素が出てくる支線と接続する駅、一体どんな駅なのでしょうか。線路が右カーブで高さを上げると、右側の空間に高架橋が姿を見せます。高架橋はその先でもう一段加わって2段に。うっかり見逃しがちですが、ここで別の線路が下をくぐって左に抜けています。この線路は高さを下げていくのに対し、高架橋はガンガン高さを上げ、もはや威圧感が漂います。そしてこちらが地上に降りてきたところで、踏切を通過。駅の横にある幅の広い踏切、高架化工事の主目的は、この踏切の立体化にあるのでしょうか。そして入線したのが、今回ご紹介する、知立駅。名古屋本線は2面2線の相対式で、退避はできません。左にある3線は、いずれも三河線の線路です。そしてこの先、名古屋方面に向かって左にカーブする線路の横にも、要塞級の高架橋が続きます。ホームに降ります。名古屋本線は単純な廃線ですが、三河線はそれとは違います。一番奥の2番線に、当駅折り返しのさなげ行きが到着です。あちらは路線図で上に伸びる、通称三河山線。下に伸びていたのが海線で、系統が分かれています。なお、左の5番線は名古屋本線の列車のみが発着するのに対し、右の4番線は三河線の列車のみが発着するため、駅名板に載っている隣の駅も、三河線の駅だけです。ただし、日中は海線が4番線を使っており、山線は2番線を使っています。跨線橋を進み、山線のホームへ進みます。この跨線橋からは、駅の東西に広がる高架橋がよく見えます。北側から高架に切り替えていくため、高架橋はまだ半分程度しかできていないようです。跨線橋の全体像がこちら。4、5番線は発車案内表示器が別個なのに対し、2、3番線は一体です。3つのホームは平行に並び、ホーム同士をつなぐ動線もこの跨線橋だけ。改札口も縦に並び、動線自体は結構すっきりしています。なお、乗客が入れるのはホーム階とこの2階だけですが、この上にもう一つあり、エレベーターには押しても反応しないボタンだけがあります。2番線へと向かいます。2、3番線は島式ホームですが、山線の案内があるのは2番線だけで、3番線から営業列車が発車することは基本的にないようです。なお、かつてこの駅には1番線が留置線としてあったのですが、高架化工事に伴って廃止されています。私が構内を移動している間に、4番線には海線の列車が到着しています。どちらも2両編成で、車両も同じ形式です。今は車両の影になっていて見えませんが、この裏には三河線の0キロポストがあり、3番線と4番線の間にもあります。車両も見どころ満載なのですが、一旦路線の全体像をおさらいするため、この列車に乗ります。こちらが発車する前に、後から来た海線の列車が先に発車していきます。そして目の前の信号にご注目。向かって右の刈谷とあるのが海線で、左の豊田とあるのが山線。この先、両線は平面交差しています。知立駅を発車です。冒頭の前面展望ではよく見えませんでしたが、踏切の先で3本の線路が合流して複線になった後、山線の列車は一番左まで分岐器を渡り、左カーブで海線から離れます。海線は複線なのに対し、山線は単線。平面交差にしてまで両線の位置を入れ替えるのは、海線の方が利用客数が多いからでしょうか。なお、この先複線の海線ですが、
高架化工事に伴って単線になり、向かって右側のみが使われています。左側もレールは錆びていなかったので、途中までは留置線か何かになっているようです。そして進行方向右側、山線海線の間には、扇形の土地が空いています。この土地も高架化工事と関係あるのは確かですが、それだけではありません。左カーブを抜けて名古屋本線の線路をくぐると、列車はようやくフルスピードに加速せず、次の三河知立駅に到着です。入線する時のポイントは知立駅の周りにあったものとは違い、トングレールと呼ばれる先端部分が固定されており、そこだけが左右に動く古いタイプです。そして知立より規模の小さい一面二線の設備。右側には何か設備があったようですが、ネットで仕切られてよく見えません。改札とは構内踏切で繋がっており、屋根は手前側に少しあるだけです。ホーム自体は過去に延伸したようで4両分ありますが、2両編成のこの列車は一番奥に止まります。単線ということもあり、信号機はここまでずっと二灯式です。三河線はワンマン運転で、運転士がドア扱いをします。運転席に座っていては開閉できない仕様のため、開閉時には少しだけ時間がかかります。そこに、知立行きの対向列車が到着です。日中15分間隔の三河線、山線はこの駅で列車交換します。三河線は最長4両編成ですが、2両編成の場合、改札の位置などに関係なく前寄せで止まります。対向列車のドアが開く前に、こちらの列車は発車かと思いきや、乗り込む乗客のために再びドアが開きます。改札に寄せた方が絶対便利なはずですが、システムの関係でしょうか。そしてシステムといえば、山線にはセンサー式のホーム柵があります。これは、海線にはない設備です。のどかな駅に2両編成のワンマン運転、名鉄の中でも比較的輸送量の少ない線区にあるこの駅は、知立駅まで 0.7 キロしか離れておらず、建設中の高架橋がよく見えます。この駅はもちろん知立駅の徒歩圏で、1日平均の乗降客数は800人に満たず、27,000人を抱える知立駅とは、比べるまでもありません。話が逸れているような気がしますが、この駅は、知立の歴史を語る上で、外せない場所なのです。三河知立駅が開業したのは、1915年、大正4年。当時の私鉄、三河鉄道が建設した駅で、当時はここが知立駅でした。三河鉄道は今の海線の刈谷に本社を置き、周辺一帯に路線網を広げる計画を抱いていた会社です。この計画が絡む他の路線を特集した動画もありますので、概要欄から見てくださいね。綺麗な 4K 映像ですよ。名古屋本線にあたる路線が開業したのは、1923年のことです。当時の私鉄、愛知電気鉄道の路線で、当初は三河鉄道の知立駅に乗り入れる予定でしたが、協議がまとまらなかったため、南側に別の線路を作って交差するところに駅を設けることになり、こちらは新知立駅と呼ばれていました。その後1941年、三河鉄道は、愛電が別会社と合併してできた名古屋鉄道と合併します。これを機に連絡橋が設けられて構内連絡が可能になり、駅名も知立駅に改称されます。ただし2つのホームはそれなりに離れていたため、名鉄車内では両者を A、B で区別することもありました。なお、当時は駅の東側に名古屋本線と三河線の連絡線があり、ここを介した直通列車もありました。この連絡線は84年頃に廃止されたようですが、跡地は一部が残っています。ただし、ホームが離れた両駅は相変わらず不便で、島式ホームでは拡張の余地にも乏しかったことから、1959年に現在の知立駅が開業しました。それまで直線だった三河線は新駅に乗り入れられる線形になり、海線と山線に分割されました。元の知立駅は、三河線が三河知立、名古屋本線が東知立として残され、連絡が解かれて別々の駅となりました。知立からわずか600メートルだった東知立の乗降客数は減少し、晩年には普通列車も一部通過するようになり、1968年1月、あえなく廃止されています。駅の移行は、高架化工事で名古屋本線が架線に移動されるまで残っていました。一方の三河知立駅は存続し、もともと主要駅の一つでもあったためか、構内はそこそこ広々としていました。島式の2、3番線の左側にはかつて1番線があり、保線用車両を留め置く線路もありました。
旧1番線ホームには草が生い茂り、真ん中には松の木もありましたが、高架化工事の進捗に伴って線路は剥がされ、松の木も伐採されています。その後、三河線は名鉄の合理化の対象となり、85年には山線、90年には海線の末端区間でワンマン運転が始まりました。この時に電化設備がなくなってレールバスによる運行になったものの、これらの区間は2004年に廃線になっています。また、残っている区間においても、2001年には山線で、2006年には海線でワンマン運転が始まりました。三河線で運用される6000系はワンマン対応に改造された編成で、山線のホームセンサーの関係で、開閉式窓を備える車両は保護棒がついています。名古屋本線との直通列車はすでに廃止され、合理化によって将来に不安もある三河線ですが、沿線には先立って高架化された駅や複線化された区間もあり、一定の設備投資がなされています。工事によって姿は変わりつつありますが、電線を支える木製の巨大柱や、屋根を支える古びた柱、展示ブロックが避ける古い駅あるあるな構造など、古き良き名鉄の面影はまだかろうじて残っています。なお、駅舎はすでに小さいものに建て替えられています。知立駅へと戻ります。側面展望で見ると、扇形の土地の奥に海線の車止めが見えます。前には ATS の地上紙が並び、留置線として活用されているようです。知立駅に戻ってきました。隣のホームには、海線の列車が到着です。知立駅到着時、山線海線ともに右側のドアを開けることから、時間短縮のため、駅の作業員がドア扱いを行います。名古屋本線の列車がその隣を発車、きれいに接続が取れるわけではなさそうです。各ホームには、各線の時刻が記載された発車案内表示器があります。北改札は左奥にあり、6番線から直接行けます。この動線も工事に伴って移動したもので、かつてはこの右側、ホームの端にありました。移動されてしばらく経ちますが、展示ブロックの跡はまだ残っています。また、この斜め後ろには、架線柱を支えるものなのか、建屋から突き出した謎の部材が、今ある跨線橋も工事によってできたもので、もともとホームを結ぶ連絡通路は、ホーム端の地下にありました。この階段は段の縁にある部材の固定が甘く、人が歩くとバシャバシャ音がしていました。この音、覚えている方もいるのではないでしょうか。まずは北改札へと進みます。線路側にも通路はあるものの、幅は狭く、工事中ならではの通りにくさです。途中には展示ブロックが剥がされた跡があり、何回か動線が変わっているのがわかります。直角に2度曲がるこの構造も工事中ならではですね。ここには映っていませんが、北改札には多目的トイレも完備。そして見逃してはいけないのが、改札正面の発車案内表示器。発車数分前になると表示が点滅するので、左も右も点滅しています。駅舎の外観がこちらです。向かって右奥には工事用車両のゲートがあり、先ほどはホームで隠れていた部分もよく見えます。今度は南改札へ向かいます。南側は橋ヶ島式ホームのため、北改札と違ってホームにベタ付きではありません。構造を簡単にするために天井が高いこの建屋は、2015年2月、架線への切り替えが進む中で設けられたもので、南改札が供用されたのもこの時です。発車案内表示器は各線分ありますが、改札機などの台数は少なく、こちら側にはトイレもありません。ここを左後ろに進み、いよいよ駅東側の踏切に到着です。警報器が鳴り始め、間もなく遮断機も降りてきますが、構わず渡ります。コメント欄が荒れそうな展開ですが、この踏切では特に問題ありません。この踏切は名古屋本線と三河線をまたぐため、真ん中に歩行者が待機できる場所があり、片方にしか列車が来ていないときは、もう片方は普通に渡れます。一方車道側は真ん中で止まれないため踏切は分けられておらず、踏切が鳴ったら例外なく中に入れません。名古屋本線の岐阜方面行きが通過です。列車が通り過ぎても、踏切は開きません。そう、ここで三河海線の知立行きが通過です。低速進入でホームに入った後も、反対側から名古屋本線の列車が接近しているため、遮断機は上がりません。そしてこの列車が駅を発車して通過するのに少し遅れて、名古屋本線の対向列車が通過。この駅は全列車が止まるので、通過するのに余計に時間がかかります。
ようやく踏切が開くかと思いきや、今度は先ほどの海線の列車が発車するため、測ったかのようなタイミングで遮断機が下ります。両方の踏切が同時に開かないので、歩行者も押し止めされています。最初のカットから4分ほど、ようやく踏切が開きました。そしてもちろん、実質的に3つの路線を横切るこの踏切の立体化が、高架化工事の目的の一つです。ただし、その裏にそびえる、この巨大な高架橋。なかなか見かけないこの高さと、意外に広い範囲が、この工事の頭痛の種なのです。この事業がスタートしたのは、実に今から22年前、2000年のこと。地流駅はもちろん、周辺の線路も一緒に高架化する、総延長およそ4980メートルの大工事で、10カ所の踏切が除却されます。駅東の踏切は列車本数が多く、遮断時間が1日10時間50分と極めて長い状況にあり、ラッシュ時は開かずの踏切となっていました。また、名古屋本線に対比線がないため緩急接続ができず、乗り換えにも階段移動が必須であるなど、鉄道側も課題を抱えていました。このため事業区域である知立市では、南改札ができたのをきっかけに、高齢者や身体障害者などに配慮して、入場券購入費用を補助しています。そしてこの駅は、将来的に名古屋本線と三河線が上下に並ぶ予定です。1階が改札で2階が名古屋本線、その上に乗り換え階、一番上に三河線という4層構造。2面4線が重なる4面8線の巨大要塞駅で、幅 35.7 メートル、高さ 17.7 メートルの異様です。三河線のうち中央2線は行き止まりで、ホーム自体はこの字型。両側の2線が名古屋本線につながるため、駅の名古屋寄りにはアプローチ線があり、高架橋はすでに姿を見せています。そしてこの巨大事業は、建設費をめぐって揉めています。この工事の対象範囲は、ほぼ全てが知立市に収まっています。総事業費610億円のうち、国と名鉄の負担分以外は、愛知県と知立市で半分ずつ負担するのですが、財政規模がそれほど大きくない知立市には大きな負担です。市は県に負担割合の見直しを、近隣5市へは事業協力を求めましたが、受け入れられずに頓挫しています。そのため、三河線を高架から除外する案や、三河知立駅を廃止するか、高架区間外へ移転する案などがありました。また、事業計画では山線の一部が今と同じ単線構造だったため、名鉄の複線化計画に合わせて構造の見直しを求める声が出ました。最終的に三河知立駅は廃止にはならず、駅自体を高架化区間の外に移した上で、2面2線と留置線を持つ地上駅とし、駅間を複線化することでまとまりました。事業内容はほぼ確定したものの、事業費にまつわるわだかまりはまだ残っており、2010年には、当初14年度完成とされていた計画が23年度完成に延期され、現在では28年度予定に延期されています。紆余曲折のあった事業も、内容自体はおおむね固まったことで工事が進み、既存の線路の架線への移設が5年近く前に完成し、高架橋の工事が進んでいます。沿線の高架橋はかなり立ち上がっており、将来的に三河線の分岐部分になる場所には、小さな壁がちょこんとくっついています。また、山線の高架橋の先には門型の柱もあり、工事は着実に進んでいます。工事順序の関係上、海線の高架橋はまだ立ち上がっていませんが、知立駅と重原駅の間では線路が片方剥がされ、架線への切り替え準備が進んでいます。また、名古屋寄りにあるアプローチ線を使い、名古屋本線と三河線の直通列車の復活計画も噂されるなど、夢が膨らむプランも満載です。高架線への切り替え時期はまだ見通せていませんが、来年12月を後期とする看板があり、あと1年ほどで一つの節目を迎えるかもしれません。まだかつての面影がある三河知立駅などと一緒に足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。